なんか音入っちゃいましたね、これ。何も決めてないよ、朝から何も決めてないよ。決めてないですよ、介護は。そういうわけで、おはようござい、起きてくださいね。ちょっとなんかね、油断しちゃう時はあるということですね。今日もいろんなニュースが入っているということですから、見ていきましょうか。今日もですね、このように頭の上でガタガタ騒いでいるのが視聴者コメンテーターの皆さんです。おはようございます。ガタガタやっぱりガタガタ騒いじゃってますね。おはようございます。これ月給入りましたね。これマネージャーの月給今日もね、いろんなニュースが入っているということなんですけども、やはりこちらからなのではないでしょうか。先日行われましたこちら紫しおん氏こと誘惑メスガキ氏が20万人の記念逆突という配信をやったんですね。この配信見た人ももちろんたくさんいると思うのですが、なんとですね、この配信でこちらの誘惑メスガキ桐生シーコ氏にプロポーズをするも3分後に浮気をしていたことが分かりました。これはね、クソ雑魚ですよね。というかもうクソガキですよね。これクソガキ速報を作った方がいいな。これクソ雑魚ではないですよね。もうこれね、なんとね、桐生シーコ氏と話をしたメスガキいますね。これメスガキがコメント欄に現れているようですが、なんと3分後にですよ、ルシア先輩と浮気をしかもその後の Twitter で激イチャ状態であることが分かりました。これはね、皆さんこれ許されないですよ。皆さんどう思います？皆さんの意見は本人もよう見とるマジで文化レベルの浮気不倫は文化ですよとか言っているやつがいますけどね。まあね、そんなの許されないということですからね。メスガキクソだね。クソガキメスクソメスガキ難しいですね。もうね、クソでもありメスガキでもあり、もうなんとでも会長が一番だよ。また言ってますね、これ。そしてその後どうせまた他の先輩たちと激イチャするんでしょ。もう分かっていますからね。このような激イチャに対し桐生シーコ氏はこれ玉ねぎピーダー持ってますね。これ危ないですよ。これからリスカをしてしまうのではないでしょうか。これ非常に危険なメンヘラ状態に突入しているようですね。非常に危ないですよ、皆さん。今向いてますね。これ今向いてますよ。やっぱりね、たくさんの人が見ているニュース番組でリストカットをするわけにはいかないので、もう今向き始めましたね。もうこれはクソ雑魚ですね。これはね、誘惑メスガキ氏は責任を取る必要がないのではあるのではないでしょうか。いけないね。ちょっと飲み物飲もうですね。それでは次のニュースです。なんと朝ココ速報が入っていますね。朝ココ速報？朝ココで朝ココ速報？一体どういうことなのでしょうか。実は先日とあるオンライン DJ 音楽イベントが行われまして、その際になんとですね、こちら何が朝ココなのでしょうか。皆さんこれ一体何が朝ココなんですかね。
これちょっとアップにしてみましょうか。とある DJ の音楽イベントの様子内容ですが、アップにしてみましょうか。これ朝ココ T ですね。これ間違いなく朝ココの公式 T シャツを着ていますね。これは朝ココですね。こちらブースで販売されている朝ココライブ、そして桐生ココ氏の公式ホロライブグッズであります朝ココ T シャツ、このように朝ココライブで発売されましたグッズが載せてある T シャツ4000円で発売中ということなのですが、なんとですね、こちらが映り込んでいるようなんですね。ちなみにこちらの T シャツなんですけれども、これ犯人がいますね。非常に興味深いですね。こちらの T シャツなのですが、こちらですね、なんとね、販売をされるときに販売停止の可能性、これ完売になっちゃった。これ漢字間違えてますけど、これ実はね、販売停止がされるのではないかという可能性を示唆されたと言われる非常に危険な T シャツなんですね。これね、非常に危険な T シャツ。なぜかというとね、これ大丈夫だとは思いますが、サイトの方から販売停止されるかもしれません。これ理由はですね、なんとも非常に危険なアイテムが T シャツに載せられているかもしれないということなんですね。ですがね、これ非常にやばいですね。これ放送停止になる可能性はないのでしょうか。これは危険ですね。これに対し、これですね、皆さんの意見は全て危険だわ。検問不可避。やばいもん買ってしまった。買っちゃってますね。グラス、草。これいつ販売停止になってもおかしくないので、完売にはならないので安心してください。販売停止になるかわからないので、皆さんね、気をつけてね。ヤマンママン今来てますね。非常に危険ですね。ヤマンママンが人生からバンされる日も、人生からバン、ちょっと今日言ってる意味がわかんないですね。酔っているのでしょうか。実はこちら行われましたね。こちらの音楽 DJ イベント、実はですね、ただのイベントではなかったんですね。こちらのセットリスト、一体どんな音楽が流されたのかと言いますと、なんとホロライブ全力推しセット、ホロライブの音楽がリミックスされて放送されていたようですね。これちょっと決まっちゃってますね。決まりすぎて目隠しが飛んでっちゃってますね。もう目隠しが追い切れないほどにガン決まり。これはこれやばいですよ。これ放送してっていいんですかね。非常に危ないのではないでしょうか。有識者の意見は、ステイホームの今こそホロライブ公式 T を決めていけ。皆さんね、ステイホームで家から出られない今の時こそホロライブを決めるべきなのではないでしょうかね。しっかりね、公式 T を着て、ちょっと一部ね、公式枕がありますけど、これを作ればね、これを使えば頭に敷いて眠れば、寝ている間もホロライブを決めることができるということですからね、しっかり決めていきましょう。それでは次のニュースです。なんと先日放送されましたこちらポンポコ24、これ見た人もいますかね。皆さんね、見てくれましたか。こちらでですね、朝ポコですよ。私のこちら朝ココライブをオマージュしました朝ポコが昨日の朝から配信をされていましたのですが、そちらに桐生ココ氏が出演をしました際に、なんとね、自分のこちらね、体の上にこれね、画面共有をしているこちらの自分の姿の上にマウスポインターが映り込んでしまうという痛恨のミスをしてしまったようですね。これはクソ雑魚ですね。で
ですが、なんとこちら桐生ココシ放送の中でこのマウスポインターは花であると主張し、放送を乗り切ってしまったということなんですね。これは皆さんの意見は花天才かよ、草エッチじゃん、nose bound やっと花が見つかった、nose job nice nose いい花天才、こちらですね、しっかり花として機能をしているようですね。これは花ですね。これに対し有識者はなんか言いたいことがあるようですね。有識者の方が何か言いたいことがあるようですが、こちらね、まだあったようですね。ポンポコ24のなんとこちらのコーナーで実は桐生ココシだけではなく、宇佐田ピーコラ氏とさくらみこパイセンがペコミコでコーナーに出演をしていたんですね。これですね、皆さんね見た方もちろん多いと思うんですけど、実は朝ここだけではなく、こちらのですね別のコーナーにもホロライブメンバーが出演をしていたんですね。これどんなコーナーかと言いますとね、コンビ愛選手権、この2人の愛を確かめるという選手権だったのですが、こちらに出演した宇佐田ピーコラ氏、なんとですね、好きな食べ物を聞かれました際にハンバーガーと発言をしてしまっていることが分かりましたね。これね、ハンバーガー、皆さんこちらでねハンバーガーなどと書かれていますが、それではピーコのパイセンの公式プロフィールをご覧ください。寂しがり屋なうさ耳の女の子、人参をこよなく愛し、いつでも食べられるように持ち歩いている。皆さんご一緒にお願いします。人参ハンバーガーこれはクソ雑魚なのではないのでしょうかね。しかもですね、このようにハンバーガーなどと言ってしまいましたばかりに、なんとコンビ愛選手権でまさかの最下位になってしまったんですね。これまずいのではないですかね。やってしまったと言えるのではないでしょうか。皆さんの意見はハンバーガー入る、これはクソ雑魚、ハンバーガー戦争ですね。ペコミコ戦争が予想されているようですが、これは愉快ですね。これ愉快中が来てくれましたね。それでは次のニュースに行ってみましょう。なんとですね、こちらなんとね、速報が入ってきました。なんと犬亀コロネ氏名作ジャパニーズホラーを配信開始。こちらはもしかして現在も放送中なのでしょうか。もうね、夜通しね、やっぱコロネパイセンといえば耐久なのですがね、今回もね、夜通しサイレンをまだやっているということですね。こちらの名作ジャパニーズホラーであるサイレンを配信をし始めたところ、なんと突然のトレンド、Twitter のトレンドになったことで日本をざわつかせてしまったようですね。現在もざわついている模様ですね。こちら突然
Twitter に浮上しましたサイレンという言葉。もちろんね、これサイレンというのは日本の名作ホラーゲームですから、これ2003年発売、名作ホラーですから、もちろんたくさんの人が知っているのですけれども、これが突然話題に上がったことにより、全くホロライブですとか VTuber を全く知らない人までもが、どういうこと？今サイレン今ですか？などとざわしてしまったようですね。これは激しいのではないでしょうか。皆さんの意見はCM がやばかった。これね、CM がやばかったというね噂がありますよね。なんとね、みんなのトラウマ、あまりにも怖いということで CM がね放送中止になったということが、これ事実なんですよね。ということもあるほどに話題になったというこちらの作品、現在ざわざわしているようですが、有識者の意見はJapanese horror は思考、洋ホラーにはない魅力。これね、皆さんやっぱ CM 怖すぎという意見もありますけど、あるんですけど、やっぱね、Japanese horror というのはね、思考なんですよ。やっぱ皆さんにトラウマを残すことができるほどに、気になった方はぜひね YouTube などで上がっているので、どうでしょう、サイレン CM トラウマ放送中止などで検索をしていただきますと、もう非常に分かりやすくどうして放送中止になったのかが分かると思うので、ぜひぜひね見てみるべきなのではないでしょうか。でもね、ジャパニーズホラーというのはね、洋ホラーと違いましてね、私大好きなんですけども、これね、なんというか、この洋ホラーというのはやっぱりゾンビとか血液、もう血だらけブシャブシャみたいのが多いんですけど、ジャパニーズホラーのすごいところは血を一滴も流さずに皆さんに恐怖を与える。これがねマジですごいと思うんですよね。もうこちらはね、これ有識者 C と私はもう完全同意ですね。やっぱね、もう血を流したり、なんか人間が半分に真っ二つになったりして、それが怖いという、それは痛いというのはありますけどね、そこじゃない。なんと言いますか、ある意味では幽霊ですとかそういったものを一切出すこともなく表現できる、これがジャパニーズホラーの魅惑なんですね。皆さんも分かってますね。分かるマンいますね。これね、非常に私もねジャパニーズホラー愛しているので、こちらのサイレン配信激応援していきたいと思います。失礼しました。ちょっとね語っちゃいましたね。それでは次のニュースです。じゃあ速報です。皆さんね、これはね、ご存知の通りということです。こちら怖い作品ということが今話題になっておりましたけど、先日行われました赤いハト氏による意味がわかると怖い話、こちらですね。これね、一見意味がわからないような文章なのですけれども、意味がこういう意味かと気づくと、途端に鳥肌がゾクとしてきますような怖い話を共有しようとしました。こちらの赤いハート氏の配信、なんとですね、こちらが行われたのですが、赤いハート氏、漢字が読めない上に本当に意味が分からず、視聴者が困惑をしてしまったようですね。これね、意味が分かると怖い話ですから、これ意味が分からないと意味がないんですけれども、意味が分からない上に漢字も読めなかったようですね。これはもうはーちゃまですね。はーちゃまですね。しかも視聴者からはずっと笑っているはーちゃまが怖い、
こちらの配信を通してずっと爆笑をし、はとよくわからないままに笑っていたはーちゃまが一番怖いなどというね、意見が出てしまったようですね。これははーちゃまですね。有識者は意味がわからない、すでに怖い、なたでこちらですね、配信の中で出てきた言葉ですね。一体どんな配信だったのかはね、やはりね、一言ではあなたでと言うしかないのではないでしょうか。もうね、このニュースも意味がわからない、怖いですね。それでは今日の天気はこれね、渡部市からね、天気が送られてきた際にね、ワックフライドポテトなどとね、ワックフライドポテト、マクドナルドのこの M が W なのかなと思ったのですけど、まあその通りだったのですけどもね、皆さん英語でワックというのは覚えてくださいね。頭がおかしいという意味です。渡部よ、ワックってね、頭がおかしいっていう人、頭がおかしい人、変な人という意味ですから、ぜひ覚えてくださいね。それでは今日のパスワードは、今日のねサーバーのパスワードは WACK WACK ということで、皆さん今日も見てくれて本当にありがとうございました。おはようございました。SHIT